なんか秋になったと思ったらまた暑くなってません？マジで勘弁してほしい。そろそろ秋服着たいよ。10月だよもう。本当はちょっと外に出て秋っぽい企画もありだなと思ってたんですけど、暑くてできないので今日は QOL が上がったもの集をやりたいと思います。前回の動画はこちら、リンク貼っとくのでよかったら見てください。今回は9月版ということで、僕が手に入れて生活が楽しくなったり便利になって質が上がったものをご紹介したいと思います。そして今回紹介する商品のジャンルは3つです。ファッション系、コスメ系、最後その他ということで、めちゃくちゃあるんでね、今日はパキ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 とやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ本編に行きましょう。さあやっていきますかね。よいしょ。どうだい？今回の動画に関しては前回の QOL 動画よりもラフにしようかなと思います。商品の名前と、商品の特徴をお話しして、その中にちょっと QOL が上がったポイント、これがあったから楽しかったよとか便利だったよみたいなのを入れて、コンパクトにご紹介できればなと思います。もう少し細かく教えてほしいとかリクエストがあったらコメントで教えてください。次修正したいと思います。ということでまず1つ目のアイテムいきましょう。1つ目のアイテムはこちらでございます。ユニクロ C のブロードオーバーサイズシャツですね。ちょっと前に投稿したユニクロ C の購入品紹介でも紹介していますが、こんな感じの細かいストライプが入ったシャツになります。僕185センチで L サイズを購入しました。ユニクロ C では発売前後でこのアイテムはそんなに注目されてないんですけども、個人的には出た中で一番気に入って、大丈夫そう？グッドラ鼻かゆいかなんか急にくしゃみしちゃいましたけど、ごめんね、映んないね。ユニクロ C の中で注目はされてないけど個人的には一番いいアイテム、隠れた一品だと思ってます。個人的にはすごく着回しがしやすいです。カジュアルすぎずフォーマルすぎず、いいバランスのアイテムだと思います。シルエットはね、こうやって見ると分かると思いますけど、ボックスシルエットになってます。1枚で着てもいいし重ね着でレイヤードしても使いやすいアイテムになりますね。すごいね、いいアイテムなんだけど1個欠点があって、ブロード地でできてるのでこうやってクシャッとするとシワがねどうしてもついちゃう。なので着る時はアイロンがけをするなりメンテナンスは絶対必要になってくるアイテムなので、そこだけ注意が必要です。価格も安いのでおすすめです。次のアイテムはこちらです。でまたシャツですが違うブランドです。ワックスロンドンというブランドのシェリーシャツフランネルというものです。フランネルの生地で緑、青、生成りが入ったチェックシャツになります。これまた使いやすいシャツでございます。こちらはイギリス発の最近着ているブランドになります。シルエットはさっきのユニクロ C に比べてより着丈が短めなボックスで UK ストリートのスナップに出てきそうな感じの雰囲気です。ストリートらしい若さとイギリスのブランドらしい上品な雰囲気が、ミックスした面白いブランドのアイテムになります。イギリスのブランドになるのでインポートになります。プラスでこんな感じで生地の質もすごく高くて肌触りもいいし厚みもあるんですが、価格は結構抑えめで手に入れやすいです。大学生から社会人までいろんな方が挑戦できる価格帯になっているので、個人的にはこれから来るブランドのアイテムなんじゃないかなと思います。着てみると分かるんだけど、今のファッションスタイルをする上ではすごく使いやすいシルエット感なんですよ。無地だったりストライプだったりコーデュロイだったりいろんな生地感のものがあるんだけど、全部使いやすいしほぼ形が一緒なので僕はいろんな種類で持ってます。それだけ買いやすいっていうのもいいとこですね。さっきも言った C のシャツには近いですが1枚で着てもレイヤードでも使える、とにかく汎用性があっていろんな着方を楽しめるっていうのがいいところですね。それでは次のアイテムはこちらです。ユニクロ U のコーデュロイタックワイドパンツです。前回投稿したユニクロ U の購入品紹介でも取り上げてます。クライミングパンツ、アウトドアなディティールもありつつワイドなシルエットになっていてきれいめにバランスが取れたアイテムになります。僕が購入したのはベージュっぽい色味なんですけども、発売して人気だったのはダークグレーとかブラウン、濃い色ね、暗い色のものが人気でした。
僕はベージュ推しです。アイテムとしてはこの前の動画で詳しい説明や着回しとかも紹介してるんで見ていただきたいんですが、なんか簡単に言うと今のトレンドに乗ったシルエット感と秋冬らしい暖かい素材感で、これからの季節のコーデにいろいろと使える汎用性の高いアイテムです。シルエットも素材感もいい、すごくいいアイテムだし、ここがね僕個人的に熱いんですけど、そんだけ使いやすいのにユニクロなので価格がかなり抑えめ。こういう白パンツで汚れてしまったらすごい心にくるんですけど、価格を考えたらなんとか耐えれるみたいな、そういうアイテムです。個人的にはこういう明るい色のパンツって、安くて替えが効いてガシガシ使える方が理想だなと思っているので、これはね僕の中ですごくお気に入りです。ダークグレイとかブラウンだけじゃなくてベージュもゲットしてみてください。それでは次のアイテムはこちらでございます。ちょっとでかすぎて映んないんですが、 TT のロット704デニムトラウザーズというアイテムです。ブランド名 TT というんですけども、昔の名前はタイガー高橋という名前でした。京都にある直営店に行って見つけてきたアイテムになります。これに関しては本当に服かっけーって思ったんで、ファッションの楽しさをまた感じれたのが QOL が上がったポイントですね。ブランドのデザイナーさんがヴィンテージのアイテムをアーカイブとして残していて、それをベースに作られているデニムになります。なので昔からあるようなハイライズ、そしてワイドシルエットになっていて、このデニムがあるだけでコーデに雰囲気が出るアイテムですね。こうやって画面越しで見ると生地に厚みがあって硬そうなイメージあるかもしれないんですけど、実際はね柔らかくて着心地がいいんですよ。最高です。これジャケットとセットアップにもなるようになっているので、まずデニムから挑戦していただいて、次はジャケット狙うのもありだと思います。僕はね今年中にジャケットゲットしたいと思います。めっちゃかっこいいこれ。では次のアイテムはこちらになります。 TDR のフェスティバルバッグになります。ここにもありますが、これ TDR イギリスにあるセレクトショップが最近始めたオリジナルブランドになります。このバッグに関しては知ってる方も多いかもしれませんが、アッソブブランドを運営されている UNBY さんとの別注コラボアイテムで、生地としてはこういうね渋いブラウンスウェードで、中は防水性の高い生地でできているので、もう名前の通りフェスティバル、外急に天気が変わるような場面でも使えるスウェードのバッグになります。これねめっちゃいいです。ブラウンスウェードっていう色味素材自体が、今年のトレンドになりそうなので、これからのコーデに入れやすいっていうのが一つと、容量がすごくちょうどいいんですよ。携帯、財布、鍵、これをだいたい持ち歩くんですけど、それはね余裕で入ります。あとはメモ帳とかも持ち歩くんですが、それも入れられるので、十分ぐらいかなと思います。カメラとか、そこまでを入れる容量はないので、僕の使い方としては軽く家から出て買い物をする時とか、スーツケースの中に入れといて出張とか旅行行った時に出先でこれだけ持って出かけるとか、そういう使い方をしてます。雨に濡れても大丈夫だしね。さっき調べたらこの UNBY さんの公式オンラインストアで買えるみたいで、プレゼントとか本当に日常使いで使いやすい価格帯なのも結構いいところだと思います。汎用性高めなのでぜひチェックしてみてください。次は靴でございます。こちらラストリゾート AB の VM006 モックになります。こちらのラストリゾート AB というブランドは去年も紹介していますが、スケシューのブランドになります。そこから新しく出たモカシンシューズタイプのモデルになりますね。色はこういう淡いブルーの色になってます。スケシューのブランドになるので、ソールにクッション性があるので歩いても本当に疲れないんですよ。サイズ感についてはちょっと小さめになるので、僕はハーフサイズからワンサイズ上げて選ぶようにしてます。この VM006 はいろんなカラーバリがあるんですけど、僕は差し色で使いたかったのでこの水色を選びました。ブラウンとか多分黒とか暗い色もあると思うので、1足目にそっちを選ぶっていうのもありだと思います。最近スニーカー高いの多いんですけれども、このラストリゾート AB に関しては結構安いものも多いし、セールにもなったりするので、これからスニーカー買うって人にもおすすめのブランドです。日本だとビリーズっていうスニーカーのセレクトショップとかでいろんな種類取り揃えているので、お近くにあればぜひ行ってみてください。
次の商品はこちら、ニューバランスの 1906L です。テンション上がりすぎて僕これで1本動画作っちゃったんですけど、それぐらい気に入ってるスニーカーです。これについて特集した動画のリンクを概要欄に載せておきますので、よかったら見てください。簡単に言うと、ニューバランスで人気な 1906R というモデルをローファー仕様にしたモデルになります。コメントでは賛否両論あったんですけど、僕はね非常に面白くてオンリーワンなスニーカーだなと思っていて気に入ってます。僕はもうすでに革靴のローファーを何足か持ってるんですけど、その上でこういうスニーカー、そしてシルバーのローファーがあるとコーデの幅が広がってファッションが楽しくなるんですよ。いいアイテムです。これリークされてる情報だと、これから黒だったりとか、コラボモデルだったりいろいろ空張りは出る予定なんですけども、僕はスニーカーに振り切ったこのシルバーが一番最高だと思ってます。ではおかえり。次のアイテムはこちらです。リーガルシュー&コーのコンビローファーです。リーガルが今のストリートの雰囲気に合わせて新しく始めたブランド、リーガルシュー&コーから出ているコンビローファーになります。クラシックなデザインなので流行りとか関係なく使える靴になってます。この見た目でソールはビブラブ仕様になっているので歩きやすい、機能性としては申し分ない、しっかり履き心地まで考えられてるのが本当に日本のブランドらしいですよね。このデザインでいくと GH バスとかが比較対象になると思うんですけど、これに関してはねちょっと GH バスよりサイズ感は大きめです。表記のサイズのまま選ぶとちょっと大きいので、1センチから 1.5 センチぐらい下げて買うとフィット感よく履けると思います。さっきも言いましたがローファー結構持ってて、今回選んだのはコンビローファー、白と黒のものですが、初めての方は真っ黒なモデルを買うのもありだと思います。それでは次のアイテムはこちらです。 HW ドッグスのフェルトハットになります。で、原宿にお店がある最近人気の帽子のブランドです。このお札のデザインとかが結構有名で知ってる方も多いかもしれません。このハットは生地の中でも安価ではあるけど質感はね十分に良くて高級感あります。普通のコーデにこのハットを加えるだけで一気に雰囲気が良くなります。サイズ展開もこの帽子に関してはしっかりあるので、僕みたいにニューエラの帽子一番大きいサイズから2つ目とか、だからそういう頭の大きさの人でも合うサイズが見つかると思います。ただサイズいろいろあると言ってもネットだとね自分に合うものっていうのは見つけづらいと思うので、この帽子に関しては是非店頭で試してみてほしいです。さっき言った一番安価なフェルトハットですけど、ラビットとかビーバーとかより高級感のある質感のいい素材のものもあるので、予算だったり自分の欲しい質感は実物を見て判断してほしいです。僕が持ってるこのフェルトハットに関してはこのクオリティに対しての値段を考えると結構安く買えるいい帽子かなと思いました。それでは次のアイテムはこちらです。ガディドアノニウムの、これなんて名前のキャップだっけ、ガディドアノニウムのエベというモデルのキャップになります。最近人気で若い方を中心に街中で着てる人、つけてる人をよく見るブランドです。先日東京で開催されたポップアップで買ってきました。このアイテムはデザイナーの方たちが海外の街に滞在した時に見つけた風景をねこんな感じで写真にしてコラージュして生地にしたものになりますね。一見ツリーカモっぽいミリタリーの帽子なのかなと思って近づいてみるとまたちょっとひねりの効いた面白いアイテムです。デザインもそうですけど生地自体のクオリティも高いアイテム。妻のかりんちゃんも使ってますが中性的なアイテムなのでカップルでシェアして使ってもいいと思います。基本的にこのブランドは販売情報をインスタのアカウントで発信アナウンスしているので、欲しい方はね是非まずインスタアカウントをチェックしてみてください。すいません、一つ伝え忘れたので別日の僕が失礼いたします。ですね、久しぶりにオフラインのイベント、皆さんに直接会えるイベントを開催することになりました。今回のイベントの開催場所は東京になります。開催日は10月20日の日曜日で、時間は11時から16時。参加費とかはかかりません。無料です。スタンバーグという日本のブランドさん主催のイベントになりまして、僕が皆さんとお話しながらスタイリングのアドバイスだったり
プライベートなお話をしたりとか、あとはこのブランドさん高品質なモードとかミリタリーテイストの服を作られてるんですけど、商品を一足早く見たりとかできます。皆さんにお会いできるのが非常に楽しみです。お時間に余裕がある方、近くにお住まいの方はぜひ来てほしいです。このイベントの参加方法ですけども、概要欄に記載のリンクから応募フォームに飛ぶことができます。まだまだ空きがあると思うので、よっぽど皆さん参加できると思います。ただ応募締め切りはあるかもしれないので、この動画を見た方はなるべく早めに応募していただけると安心かなと思います。ちょっと長くなりましたが、以上お伝えしたいことでした。それでは QOL 紹介の動画に戻りたいと思います。ということで場所が変わりました。一旦ファッション系は終わりまして、次はコスメの QOL が上がったものを紹介したいと思います。ということでまず1つ目はこちらです。リンクオリジナルメーカーズのモイスチャーミスト997です。こちらの商品は、スプレータイプの化粧水、保湿のスプレーになります。僕が愛用しているヘアバームと同じ香りで、高級なホテルのエントランスみたいな上品な匂いがします。これの使い方はめっちゃ簡単で、スプレーして終わり。すごくね簡単にケアができるので、めんどくさがりの僕とかにはすごく合ってる商品です。めちゃめちゃ簡単なので、普段コスメはあんまりしない人でも簡単に始めれるものになります。僕はこれをサウナ、ジム、あとは東京に行った時とかにあんまり手間もかけずにケアしたいと思った時に使うようにしてます。家ではまた別のものを使って、外では簡単にケアみたいな感じで使い分けてますね。値段的にも程よいので、プレゼントとかでもいいアイテムだと思います。それでは次のアイテムはこちら。顔を上げてくれるのありがとう。オブジェのカバーアップローションでございます。韓国のコスメブランドオブジェから出ている日焼け止め BB クリーム、そしてローションが含まれている、オールインワンのアイテムになります。個人的に BB クリームとかは肌につけるとつけてる感が出てしまって不自然な感じが好きじゃなかったんですけど、これはほとんど気づかないレベルでナチュラル、しかもローションだったりとかで肌のケアもすることができるっていうね、ズボラな僕にはぴったりのアイテムです。せっかくなんでつけてみましょうか。実際にこんな感じで一回こう肌に結構ね自然なトーンになる。生え際とかは綺麗にやらないと毛にこう乗る感じがあって気になると思うので、使う時は僕みたいにカメラ越しじゃなくてちゃんと鏡を見てやってください。こっちがつけたやつで、こっちがついてない状態です。ついてるのが分かんないぐらい自然な感じの BB クリームになりますね。で、日焼け止めとローション、保湿ケアもできるという感じです。だからメイクをするっていうよりは、あくまでケアをするみたいな感じでルーティンに入れることができるものです。僕みたいにねヒゲ面ロン毛でも肌の綺麗さはすごく大事だと思います。デートに行くとかね、そんな時でも清潔感っていうのはあって損することはないんでね、余裕があれば是非ちょっとこういうの挑戦してみてほしいですね。自分の肌が綺麗だと鏡見た時にちょっとテンションが上がります。次の商品はこちらです。香水でございます。トム・フォードのブラックラッカーという名前の香水です。友達からいただいたんですけども、トム・フォードで新しく出た香水らしいです。僕はね人生初のトム・フォードの香水になりますね。小虎くんがいるんでプッシュはできないですが、渋いウッディ系の香水です。雰囲気で言うと漆とか森の中にあるお寺、和室みたいな、そういう香りがイメージできるようなすごくしぶちい香水です。個人的には僕はすごく落ち着く香りで癒されます。お寺の窓際に座って森林浴をしているような気分になる香水で、日本人の方はちょっと懐かしさすら覚えるような香りかなと思います。渋めの香りになるので、秋冬とかにコートとね合わせて使ってみたりするとすごく人としても雰囲気が出るのかなと思います。普段爽やかな香水をつけられる方に逆にこういう渋い香水に挑戦してみてほしいです。新しい世界が広がって人生が豊かになるかも。それでは次の
アイテムはこちら。ジョー・マローンのヒノキシダーウッドコロンインテンスです。これはね、前回のビログで紹介もしてるんですけども、ジョー・マローンから新しく発売された香水です。日本をテーマにしてまして、これもね、森っぽい香りのアイテムなんですけど、最初はスパイスのツンとする香りがしてからシダーウッドとかヒノキの香りがするっていうね、ちょっと特徴的な香水です。上品な香りで青々しさもあるので、秋冬もいいんですけど、春夏に白 T とかと合わせるのもこれいい香りだと思います。香水はコーデに合わせてつけるのもいいんですけど、自分の気分リフレッシュしたいなとか、やる気出したいなとか、そういう時に合わせてこういう香水使うのも結構面白いと思います。ということで最後の部門になります。その他ということでジャンル分けしているんですけども、ドラマと映画になります。今回ね2つご紹介したいと思います。まず1つ目が将軍です。ディズニープラスで見れるドラマですね。超大規模な日本の戦国時代のドラマになります。一話一話大作の映画を見てるような気分になる、ちょっとなんか規模感のおかしいドラマなんですけど、戦国時代の日本を舞台に命からがらたどり着いたイギリス人の航海士を主人公にした戦国時代の武将の話なんですけど、なんか戦争のドンパチ系じゃないんですよ。当時の日本の文化だったりとか、日本人の考え方、政治的な思惑、生々しくリアルに描いた、ドキュメンタリーみたいな。詳しく説明するとネタバレになっちゃいそうであんま言えないんですけど、こう日本で生きる上の意義みたいなのを考えるきっかけになりましたね。内容としても面白いし、ちゃんと考えさせてくれるようなものになってます。キャストもめっちゃ豪華なんですけど、浅野忠信さんの演技がめちゃくちゃいいから、そこに注目してみてほしいです。では次2つ目ですが、ビートルジュースという映画です。最近映画館で見れるようになりましたけど、ティム・バートン監督の最新作の映画になります。ストーリーはあるにはあるんだけど、一応大筋としては女性の方に恋した死後の世界の住人がいろんな手段を使って、結婚に迫るみたいなのが大筋ではあるんだけど、ほぼないに等しいみたいな映画です。それが主題なのかも大筋なのかもよく分かんなくなってくるぐらい変わった映画なんですけど、僕はその映画見てなんかすごいとにかく楽しくて笑えて元気をもらえたんですよ。想像力を具現化して映像にすることの楽しさを目で見て音で聞いてアトラクションみたいな作品でした。音楽映像すべてねティム・バートンなんですよ。チャーリーとチョコレート工場って工業的に成功した映画あると思うんですけど、それのマス向けな要素を全部排除して、ただファンタジーな世界を一本の映画にしたっていう感じです。想像力を働かせることの楽しさを思い知らせてくれる作品で、よくわかんないエンディングを見た後、この映画が終わってしまうと思ってちょっと愛おしさすら感じてしまった不思議な映画です。はい。ということで以上が QOL が上がったもの集でした。気になるものはありましたか？いろいろ紹介したんですけど、一つ言えることは今月はちょっと散財しすぎました。反省です。あとはあなたが9月に買って QOL が上がったものもぜひ共有してください。毎回コメントで僕の知らないいいものを教えてくださる方もいるので、それをね見るのも楽しみにしてます。みんなで物欲に正直になりながら濃い人生を送っていきましょう。ということで今日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね。なんでポケット食べるの？10月にQOL が上がったものも紹介してくれる？ペロッということでした。